ごいですね。今こんなに高いところ、両端高い岩があるんですけど、これ全部削って掘ったんですね、この間の道を。この筋も自然にできたっていうより人工的に掘ったような感じですよね。なんでこういう風に横に掘られてるんですかね、これって。こういう途中にある大きな石っていうのは、この800年間の間で、地震か何かで落石したのか、もしくはこうやってわざともう置いてあって敵の進軍を少しでも遅くする目的があったんでしょうかね。なんか岩に大きな穴がありますね。こっちにもある。これは日の見下櫓と呼ばれてるものなんですけれども、今調べたんですけど、誰かのお墓だったんじゃないかとは書いてあったんですけど、ただ詳しいことが分かってないみたいですね。いつ掘られたものなんでしょうね。こんなに綺麗に四角に掘るって結構な技術ですよね。それと他の方も口コミで書いてあったんですけど、この道土とか落ち葉かなり落ちてるんで、晴れがついた日にはいいんですけど、数日前の雨でもまだこうしてぬかるんでるところが結構ありますので、雨の日の次とかに来るのはちょっと危ないんで、気をつけた方がいいですね。今大仏様の裏手にある場所に来ているんですけど、ここ地図だと、観月堂っていうお堂があったみたいなんですけど、建物自体が今もうそっくりそのままないですね。なんか調べると、韓国に由来する建物だったらしいんですけれども、何かがあったんでしょうか。大仏堂って書いてありますね。昔はここからまださらに続く道があったんでしょうか。このお寺は北条家ゆかりの
寺なので、この門が北条家の家紋ですね。三つ鱗っていうらしいですけど、ただこの家紋ってあれですね、ゲームのゼルダの伝説のトライフォース、あれとすごいよく似てますね。この大きな岩を削ってこうして道を通したんですね。ここにも鎌倉切通しにあった櫓と同じようなのありますね。これ Google マップにも載ってないですね。これここにもありますね。うわー、なんだこの穴は。何のために作られたんだろう。そこにわざわざ階段があるってことは、休憩するところとか物を置くところとかだったんですかね。ここに熊野神社ってありますね。ちょっと行ってみましょうか。あれですね、こっちにもこう道っぽいのがありますね。でここにもあるんですけど、どこにつながってるんでしょうか。まずは神社の方に行きましょう。まだ上にありますね。そこに階段がありますね。昔はそこから奥の本殿の方まで行けたんでしょうか。しかしいつもながら思うんですけど、山道にこういった材料を持ってきて建ててしまうんだからすごいなと思いますよね。こちらにも道がありますね。
これはどこにつながるんでしょうか。なんか書いてありますね。こっち行くとちょっと別方向になるんで、ちょっと戻りましょうか。さっきのとこに出るんですね、これが。なるほどなるほど、こういうことか。じゃあ切り通しの道の方まで戻りましょう。ここはすごいなんか綺麗に削られてますね。これマガイ仏ですね。いつ掘ったやつなんだろう。この辺りからはあれですね、もう道が全部土じゃなくて岩になってますね。ということはこれあれなんですね、この今この高い岩とか、今こっちもそうなんですけど、もともとはここはもっと高い岩があったんですよね。それを人の手で削ってくり抜いていって、こうして道を作ったわけなんですね。着きました。小さな滝がありますね。ここまで1キロぐらいだったですかね、体感。やっぱ思ったより広いですね、道の幅が。やはり物流のための道だと、看板に書いてあったんで広く作られたんでしょうね。先ほどの地点がここで、今ここにこういった道があるんですけど、全然マップとかに載ってないんですよね。ちょっと行ってみましょうか。何があるのかな。細いですね、道が。道中看板とか何にもないんですけど、意外と道はしっかりしてるんですよね。頻繁に人は通ってるのかな。鉄塔が出てきたな。今15分ぐらい歩いたらようやくこの看板がありましたね。右が山並ルート、左が熊野神社。やっぱ神社につながる道だったんですね。さっきの道だったんだ。これがさっきの道につながるんですね。じゃあこっちなんでこっちで帰りましょう。もうすぐ近くに神社ありました。これが洞窟ですね。ただ洞窟ない、撮影禁止なんで残念ながらここまでですけど、じゃあろうそくももらったんで行ってきます。今回ってきましたけど、いやこれすごいですね。本当撮影できないのが残念なんですけど、石に直接
観音様だとか仏様だとか、あと動物、家紋もありましたけど、直接彫ってあるんですけど、すごい精巧に彫られてて驚きましたね。ここ入場料が400円で、目の前に駐車場があるんですけど、それが500円かかるんですよ。正直駐車場代高いなと思ったんですけど、ただこの入場料400円は逆に安いなと思いましたね。正直な話、1000円くらい出してでも見る価値はあると思うんで、ぜひ直接見に来てください。